西川です。北九州で Shopify を用いた EC サイト構築の会社を経営しています。突然ですけど、皆さん Shopify についてどれぐらい話せますか？多分そんなに話せないんじゃないかなっていう風に思います。今回はそんな Shopify について全然知らないよって人のための動画です。この動画を見ると、友達から Shopify について質問をされた時に得意げに答えることができるようになります。俺は Shopify についてめちゃくちゃ知ってるぜって人には申し訳ないんですけど、物足りない内容になってしまうかもしれません。まあそういう人も復習だと思って聞いてくれたらありがたいです。今回は最初に Shopify に関する概要をざっくり話して、その後に Shopify のメリットとデメリットについて話します。そしてその後に Shopify の料金プランとそれぞれの機能について説明していきます。それでは行きましょう。まず、Shopify についてざっくりとまとめていきたいと思います。Shopify とは EC サイトを構築するためのプラットフォームです。EC サイトとはインターネット上で物を売るサイトのことです。つまり、Shopify とはインターネット上の店舗を簡単に作ることができるサービスだと覚えておいてくださいね。今現在、Shopify は全世界で100万以上のショップで導入されており、世界ナンバーワンの EC サイト構築プラットフォームの地位を築いています。2017年には Shopify の日本法人が設立されていて、今徐々に日本でも Shopify は広がってきていますね。勉強するなら今かもしれませんよ。ここまでで Shopify についてなんとなく分かってきたと思います。今から Shopify のメリットとデメリットについて話していきます。まず先に Shopify のメリットについて話をした後に Shopify のデメリットについて話をしていきます。メリットは全部で5つあります。構築コストが安いこと、世界中の決済方法に対応していること、配送対応が強いこと、操作がシンプルで構築が簡単なこと、アプリが充実していることです。それぞれについて話をしていきます。Shopify は一番安いプランで月額29ドルで始めることができます。まあベースとかストアーズとかはとりあえず無料で始めることができるんで、Shopify の構築コストがめちゃくちゃ安いってわけではないんですけどね。まあでも十分安い部類には入るんじゃないかなと思います。また Shopify には14日間の無料トライアルがあるので、ちょっと遊んでみるのもいいかもしれませんね。興味がある方は概要欄から登録をしてみてくださいね。これは正直に話すんですけど、概要欄のリンクから飛んで登録して課金をしてくれたら、Shopify 公式から自分たちの会社にお金がちょっと入るんですよね。もし登録する機会があったら、概要欄のリンクから登録をしてくれると嬉しいです。Shopify は対応している決済方法が多いんですよね。クレジットカード決済、PayPal、Amazon Payment、コンビニ決済、代引きにも対応しています。そして、Shopify 独自の決済方法として、Shopify Payment っていうものがあるんですよね。Shopify Payment は一つのプロバイダで複数の決済方法が利用できるサービスなんですけど、これについて話すとかなり長くなっちゃうんで、別の動画で話をしたいと思います。簡単にイメージだけで押さえるなら、Shopify ストアでのみ使える PayPal みたいなものだと覚えておいてくださいね。Shopify は商品配送の評判がいいんですよね。日本国内だけを見ても、日本郵政、ヤマト運輸、佐川急便と連携をしています。また、世界三大配送会社と呼ばれている FedEx、UPS、DHL なんかとも連携をしているんで、国外への販売を考えている方にも Shopify はおすすめです。ちなみに国外へ販売をすることを、格好よく越境 EC って呼んだりもするんで、覚えておくといいかもしれませんね。Shopify って結構操作が簡単なんですよね。ちょっと主観が入っちゃうんですけど、かなり直感的に操作ができる作りになっています。特にこだわりがなければ、もうテンプレ通りにポチポチしていくだけで、こんな感じのかっこいいサイトが作れます。デザインに特にこだわりがなければ、もう本当に2時間ぐらいでかっこいいサイトが作れるんですよ。一応コードをいじれば結構細かくカスタマイズをすることはできるんですけど、結構これ大変なんですよね。Shopify の良さはもうテンプレ通りにポチポチするだけで短時間でかっこいいサイトが作れるところだと思います。テンプレ通りって言っても、そのテンプレが無料だけで9種類。有料入れると70種類以上あるんで、結構デザインの幅も広いんですよ。アプリって言われてもピンとこないと思うんで、別のもので例えるんですけど、Google Chrome の拡張機能みたいなものを想像してください。そのアプリをShopify に導入することで、ショップを海外の言語に対応させたり、デジタルコンテンツを販売したり、美容室の予約サイトのようなものまで作れるんですよね。なんとこのアプリ4000以上あるんですよ。すごくないですか？まあでも Shopify が海外のサービスっていうこともあって、アプリの説明も大体英語なんですよね。なので頑張って英語の説明を読んで使い方を勉強することになるんで、その部分はデメリットなんじゃないかなと思います。一応自分の会社が運営する日本一わかりやすい Shopify ブログでアプリの使い方を説明しているんで、活用してみてくださいね。概要欄から飛びます。ここまでで Shopify のメリットについて話をしてきたんで、今から Shopify のデメリットについて話をしていきたいと思います。デメリットは大きく3つあります。日本語対応をしていない部分があること、デザインをカスタマイズする際に専門的な知識が必要なこと、日本では電話サポートに対応していないことです。それぞれ説明をしていきます。Shopify ってカナダ発のサービスなんですよね。なので、まだ日本語対応していない部分があるんですよ。
ストアを構築する際の管理画面は日本語に対応しているから問題はないんですけど、アプリは英語の説明しかない場合も多いんですよね。まあ、徐々に日本語のアプリも増えていくと思うんで、そんなに心配する必要はないんじゃないかなと個人的には思います。Shopify って基本的にテンプレをポチポチしてショップを作っていくんですけど、このデザインをカスタマイズすることができるんですよ。Shopify の中で HTML や CSS、Liquid を使えばカスタマイズすることはできるんですけど、ちょっとめんどくさいんですよね。シンプルに Web 制作とかそっちの分野の話になってきちゃうんで、Shopify を使う良さは薄れてくるんじゃないかなと思います。どうしてもコードを書きたくないって人は、ノーコードの Webflow とか、WordPress なんかを使ってサイトの見た目を作って、決済部分だけ Shopify から埋め込むみたいな感じになりますよね。決済部分だけ Shopify を用いて、サイト部分を WordPress とか Webflow とかで作る場合には、それ専用の Shopify Lite っていう月額9ドルのプランがあるんですよね。この部分の細かい話は別の動画で話そうと思うんで、ここでは割愛します。ここで覚えておいてほしいのは、デザインのカスタマイズはちょっとめんどくさいってことですね。海外だと電話サポートを対応してるんですけど、日本だと電話サポートを対応してないんですよね。その代わり、日本語のメールによるお問い合わせは24時間対応しています。なんで、そんなに心配する必要はないんじゃないかなと思います。ここまでで Shopify のデメリットについて話をしてきたんで、今から Shopify の料金とプランについて話をしていきたいと思います。先に料金について簡単に説明をしますね。下からベーシックプラン29ドル、スタンダードプラン79ドル、プレミアムプラン299ドルです。一応その下に Shopify Lite ってプランがあって、その上に Shopify Plus っていうプランがあるんですけど、まあこれは別の動画で説明をするんで、ここでは割愛しますね。当然ですけど、料金が違う分、受けれるサービスが違うんですよ。まあ、受けれるサービスが違うと言っても、大体できることは一緒なんで、違う部分だけピックアップをして説明をしていきます。違う部分は大きく3つあります。決済手数料、スタッフアカウントの数、レポート機能です。それぞれについて説明をしていきます。当然ですけど、プランが上がるごとに決済手数料は下がっていきます。ベーシックプランで 3.4%、スタンダードプランで 3.3%、プレミアムプランで 3.25% です。正直ビビたる差ですよね。決済手数料を安くするためにプランを変更することはほとんどないんじゃないかなっていう風に思います。例えば、ベーシックプランからスタンダードプランに決済手数料だけを考えて移行するとしたら、月の売り上げが500万円以上いりますし、スタンダードプランからプレミアムプランに移行するとしたら、月の売り上げが5000万円以上いるんですよね。ここで覚えておいてほしいのは、プランによる決済手数料の変化はかなり少ないということです。多分これが一番重要なんじゃないかなというふうに思います。スタッフアカウントの数って言われてもよくわからないですよね。簡単に説明をすると、スタッフアカウントとは、Shopify のストアの管理画面を操作できるアカウントのことです。まず大前提なんですけど、Shopify のアカウントには、オーナーアカウントというショップの全権限を持っているアカウントがあります。このオーナーアカウントというのがまず存在をしていて、それに加えてスタッフアカウントを導入して共同でストアを運営していくことになるんですね。ベーシックプランだとスタッフアカウントを2つ、スタンダードプランではスタッフアカウントを5つ、プレミアムプランではスタッフアカウントを15個持つことができます。企業などでたくさんの人でストアを運用していく場合には、スタンダードプランやプレミアムプランも選択肢に入ってくるんじゃないかなっていうふうに思います。ベーシックプランではレポート機能はないんですけど、スタンダードプランやプレミアムプランではレポート機能を使うことができます。スタンダードプランで使うことができるレポートでは、時間変化による顧客の変化、初めての顧客とリピーターへの販売、国別の顧客、リピーターなどを利用することができます。プレミアムプランは、さらなるレポート機能として、流入経路別の分析や、ロイヤルカスタマーや、リスクのあるお客様の分析ができるようになります。まあ、小難しい話はここまでにして、覚えておくべきことは、いいプランを使うといいレポートが見れるよってことです。ここまでで Shopify についてなんとなく分かっていただけたんじゃないかなっていうふうに思います。今回の動画はここまでで終わります。動画の復習の前に少しだけ CM です。自分の経営する会社、株式会社アンリアクトは、日本一わかりやすい Shopify ブログを運営しています。Shopify について勉強したい方は、概要欄から飛んで読んでみてくださいね。次回も今回の動画のような、Shopify についての有益な情報を発信していくんで、チャンネル登録をして待っていてくださいね。動画が終わる前に今回の内容を復習しましょう。今回は Shopify についてざっくりと話をしました。Shopify とは世界一の EC サイト構築プラットフォームでしたね。Shopify のメリットは5つありました。構築コストが安い、世界中の決済方法に対応している、配送対応が強い、操作がシンプル、アプリが豊富でしたね。Shopify のデメリットは3つありました。日本語対応をしていない部分がある。デザインをカスタマイズするために専門知識が必要。電話サポートに対応していないでしたね。Shopify の料金とプランについても説明をしました。月額料金は下から29ドル、79ドル、299ドルでしたね。プランで変化する項目は3つありました。決済手数料、スタッフアカウントの数、レポート機能でしたね。次の動画も楽しみに待っていてくださいね。それではまた会いましょう。